ひなちゃん、ジャムの種類が多いお店ほど、あなたは何も買わずに帰ってるのよ。どういうことですか？種類が多い方が選べて嬉しいじゃないですか。それが逆だったのよ。2000年にコロンビア大学のアイエンガーが書いた有名な論文があるの。アイエンガー先生、どんな論文なんですか？通称、ジャムの実験。あるスーパーで、ジャムの試食コーナーを作ったの。片方は24種類、片方は6種類。24種類。それは目移りしちゃいますね。私だったら全部試したくなります。そう。実際、24種類の方が、お客さんはたくさん立ち止まったの。でも、買ったのは、6種類の方が圧倒的に多かった。立ち止まったのに買わなかったんですか？なんでですか？そのなんでが今日のテーマなの。選択肢が多すぎると人はかえって選べなくなる。これを選択肢型って呼ぶのよ。選択肢方。多い方が困るなんて考えたこともなかったです。まず私たちの常識を確認しましょう。ひなちゃん、選べるものが多いのと少ないの、どっちが幸せだと思う？それは多い方ですよ。自由に選べた方が自分に合うものが見つかりそうですし。それが世の中の常識ね。アイスクリーム屋さんは味の数を競うし、ファストフードはお好きなようにが歌い文句。確かに、選べる自由っていいことの代名詞みたいになってますよね。心理学の研究でも長い間そう言われてきたの。選べる方がやる気が出て満足度も上がるってね。じゃあ、その常識は正しいんじゃないんですか？ここがポイント。昔の実験は選択肢が2個か6個みたいにもともと少ない範囲で比べてたの。あ、ゼロか少しを比べてただけってことですか？そう。それが面白い視点ね。でも現実のお店は20種類も30種類も並んでる。じゃあ、少しとめちゃくちゃ多いを比べたらどうなる？それを誰も確かめてなかったんですね。そういうこと。アイエンガーとレッパーはそれを本物のスーパーで確かめたの。覚えておいてね。この魅力と購入のズレが今日の鍵だから。魅力と購入のズレ。はい、覚えておきます。じゃあ実験の中身ね。舞台はカリフォルニアの高級スーパー。ここ、ジャムだけで300種類以上も置いてる。すごいお店なの。300種類以上。ジャムだけで、それも選ぶの無理じゃないですか？その感覚が大事。さて、お店に試食ブースを置いて、ある時間は24種類、別の時間は6種類を並べたの。通りかかったお客さんが、どっちのコーナーに反応するかを見たんですね。そう。全部で約750人を観察したの。まず、立ち止まった割合。24種類は60%、6種類は40%が立ち止まった。やっぱり多い方が人を引きつけるんですね。60% と 40% だと20%も違うんですね。ここまでは常識通り。でもね、ひなちゃん、立ち止まった人のうち、実際に買った割合を見ると、逆転するの。逆転、ごくり、教えてください。6種類を見た人は、約30%が買った。でも24種類を見た人は、たった3%しか買わなかったのよ。30% と 3%、10倍も違うじゃないですか。多い方がこんなに買わないなんて。そう。ここで大事なのは、立ち止まりと購入は分母が違うってこと。立ち止まりは通った人の中の割合。購入は立ち止まった人の中の割合ね。なるほど。でも、どっちにしても多い方が引きつけて、少ない方が買うって向きは変わらないんですね。そのまとめ、正確ね。お店からすると、24種類は見物客を増やして、6種類はお客さんを増やしたってこと。見物客とお客さん、うまい言い方ですね。じゃあ、なんで多いと買えなくなっちゃうんですか？いい質問ね。想像してみて。棚に24個のジャムが並んでる。
ひなちゃんはどれを手に取る？どれも美味しそうで。でもこっちも気になる。決められないです。それが決定回避。選択肢が多いと、比べる作業が大変になって、人は決めること自体をやめてしまうの。決定回避。確かに私、迷いすぎると、もういいやって買わずに帰ること、あります。まさにそれ。しかもね、選択肢が増えると、人は、もし違うのを選んでたら、もっと良かったかも、って後悔が怖くなるの。わかります。選択肢が多いほど、選ばなかった方も多くなりますもんね。そう。それが面白い視点ね。何かを選ぶことは、同時に他の全部を諦めることでもある。論文は、これを後悔への不安と呼んでるの。後悔への不安。要は、選択肢が多いほど、諦めるものも増えて、心が重くなるってことですか？その通り。要はでまとめるの、上手になったわね。選ぶ楽しさと、諦める重さ。これが同時にやってくるの。えへへ。でも先生、その重さって本当に測れたんですか？なんとなくの話じゃなくて。鋭いわね。だからこの論文は、ジャムだけじゃない。全部で3つの実験をやって、別の角度から確かめてるの。3つもジャムの他に何を調べたんですか2つ目は、大学の課題。3つ目は、チョコレート、買い物だけじゃなく、やる気や満足度まで調べたのよ。やる気まで変わるんですか？それは気になります。次、教えてください。2つ目は、スタンフォード大学の授業でやった実験。先生が映画の感想文を追加点の課題として出したの。レポートのお題ってことですね。やってもやらなくてもいい、おまけの課題。そう。ここでまた仕掛けがあるの。あるクラスにはお題を6個、別のクラスにはお題を30個渡したの。お題が30個もあったら、選びやすそうですけど、これも選択肢方の話ですね。察しがいいわね。さて、結果、お題が6個のクラスは、74% が課題を提出した。30個のクラスは、60% だったの。やっぱり、お題が少ない方が、ちゃんとやる気になるんですね。それだけじゃないの。提出された感想文の質も、採点者が点をつけたんだけど、お題が6個だった人の方が、点が高かったのよ。質まで、同じ人が書いても、お題が少ない方がいい文章になるってことですか？そういうこと。しかもこの採点、成績には関係ないって伝えてあったの。つまり、純粋なやる気の差が質に出たってことね。選択肢が多いだけで、やる気が削られて、出来上がりまで悪くなる。なんか、怖いですね。怖いっていう感情も、データで見ると正しい反応ね。買い物だけじゃなく、勉強や仕事のやる気にも効いてくるってことだから。先生、今さらっと私の感情をデータって言いました。でも、確かに納得です。ふふ。さて、ここで一つ疑問が残るの。やる気が下がるのは分かった。でも、本人は楽しくないと思ってるのかしら。確かに、選ぶのが楽しいのか、辛いのか、本人の気持ちはどうだったんですか？それを調べたのが、3つ目のチョコレートの実験。今度は研究室の中で、気持ちを細かく聞いたの。チョコ、いいですね。今度は何種類と何種類で比べたんですか6種類と30種類。学生に、その中から1個選んで試食してもらったの。で、まず、選ぶのは楽しかった、と聞いた。それは、30種類の方が楽しいって答えそうですね。いっぱいあってワクワクしそう。その通り、30種類の方が選ぶのは楽しいと答えた。でも同時に、難しい、イライラするとも答えたの。楽しいのに、イライラする。なんか、矛盾してませんか？それが人間なの。楽しいけど、しんどい。そして肝心なのは、試食した後の満足度。これがはっきり分かれたの。満足度、
どっちが高かったんですか？ 6種類から選んだ人の方が満足度が高かった。30種類から選んだ人は他のがもっと良かったかもって後悔が増えたの。ああ、さっきの後悔への不安ですね。選ばなかった29個が全部後悔の種になっちゃう。よく覚えてたわね。最後にお礼を現金5ドルかチョコの箱から選んでもらったの。チョコを選んだ割合に注目よ。さっきまでチョコを選んでた人たちですよね。どうなったんですか？ 6種類だった人は 48% がチョコを選んだ。でも30種類だった人はたった 12%。チョコ体験にうんざりしちゃったのね。48% と 12%。またこんなに差がチョコの実験でもジャムと同じことが起きたんですね。そう。ジャム、課題、チョコ、3つとも同じ結論。選択肢が多すぎると人は選べず、満足できず、行動しなくなる。これって今の私たちの生活、まさにそうじゃないですか。選択肢多すぎますよ。そうなの。ここからは論文の実験じゃなくて、現代への当てはめだけど、例えば動画のサブスク、作品が何万本もあるでしょ。ああ、わかります。何を見るか30分くらい迷って結局寝ちゃうやつ。まさに選択肢型ね。分厚いメニューのお店で決められない。ネット通販で迷子になる。これも全部同じ仕組みなの。婚活アプリとかもですか？候補がいっぱいいると逆に決められなさそう。それもよく言われる例ね。ただし、念のため。これはこの論文が直接実験したわけじゃない。あくまで同じ理屈が当てはまりそうという話よ。あ、そこはちゃんと区別するんですね。論文が測ったのはジャムと課題とチョコだけと。その区別が大事。でも、ジャムで起きたことが私たちの毎日のあちこちで起きてるって気づくだけで行動は変えられるの。例えばどうすればいいんですか？選択肢を減らせばいいってことですか？そう。自分で最初に3つに絞るとか、ルールを決めるの、全部から選ぼうとしない。これだけで迷いも後悔もぐっと減るのよ。なるほど。選択肢を自分で減らすのが賢い選び方なんですね。今日のまとめね。アイエンガーとレッパーが2000年に示したのは、選択肢が多いほど良いという常識への真っ向からの反論。ジャムは24種類より6種類の方が約10倍も売れたでしたよね。そう。多い選択肢は最初は人を引きつける。でも、いざ決める段になると重荷になって行動を止めてしまう。課題もチョコも少ない方がやる気が出て満足度も高かった。共通してましたね。だから誰かに何かを選んでもらいたいなら選択肢を程よく絞るのが一番の優しさなのよ。選びやすさは優しさ。なんかいい言葉ですね。ふふ。それと自分が選ぶ時も同じ。全部から選ぼうとせず最初に絞る。これだけで毎日がちょっと楽になるわ。今日からスーパーでもサブスクでも意識してみます。ありがとうございました。リン先生。次回も論文データでみんなのお金の常識を揺さぶります。それではまた。また次回も楽しみにしてます。チャンネル登録お願いします。見てくれてありがとうございます。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。コメントも待ってます。じゃあまたね。